はじめまして、ビーズドールデザイナーの清和子です。これから動画で私の考案したビーズドールの作り方をご案内いたします。まずはどのような作品ができるのかご覧ください。最初にご紹介するのは目にスパンコールを使った猫ちゃんとマルチーズとトイプードル。芯にする消し玉の前で遊んでいるのはおしゃぶりを加えた赤ちゃん2人です。ピンクの赤ちゃんはハイハイをしてます。後ろはまだおむつが取れてないのかなといった感じの女の子2人です。手前の女の子は夏服、後ろの女の子には耳付きフードのマントを着せてみました。その後ろに並んでいるのは子供たちのおもちゃで、ひよこ、木馬、小さな水色のライオンです。手を後ろに組んで立っているのはカエルの紳士。ちょっと首をかしげつつこちらを見ているのはアヒルのお母さんで、その後ろに立っているのはお花のスパンコールを頭に乗せたバンビです。お隣に元気よく登場してきたのはチアガールです。手にしているポンポンは荷物紐をほぐして作ったものです。応援しているのはアメフトの選手と本番の試合に向けてバッチリヘアスタイルを決めてきたサッカー選手です。女の子たちも熱い視線を送っている様子です。赤いお帽子のお人形は昭和の初期、女の子たちに愛された文化人形と呼ばれるお人形です。そのお隣は一回り小さな6ミリの消し玉で作った白馬に乗った騎馬武者くんです。騎馬武者くんはちょっと手が込んでいるので初心者の方には難しいと思います。腕を磨いてからトライしてください。何やらセレブな雰囲気が漂ってまいりました。ピンクのドレスの豚さんオペラ歌手とティアラを頭に乗せたプリマハムならぬプリマドンナ、そしてプリンセスです。右側のワンコはジャック・ラッセルテリアとトイプードル2匹です。壁面はお花のリースに止まった黄色い小鳥と3カットビーズで作ったシュナウザーです。黒のブローチとその上はハンティングトロフィーのブローチです。それではビーズドールを作るための道具と材料のご紹介、さらに作り方を手元撮影に切り替えてご案内いたします。ビーズドールを作るための道具と材料の説明をいたします。必ずいるものがこのビーズ針です。極細のものを用意してください。それからテグス1号とかもしくは 1.5 号です。一般的にビーズでは2号を使うことが多いと思いますけれども、この消し玉というビーズを芯に使いますので、何回もテグスをこの穴に通すことになります。ですのでちょっと細めのものを使用しています。なぜ1号と 1.5 号があるかと申しますと、複雑な形の場合はビーズの中や消し玉の中に通る回数が増えますので、その時は1号を、そうでない時は1.5 号でいいと思います。釣り具屋さんなどに行けばこの 1.5 号というテグスは見つけることができると思います。あとはこの作品に応じて必要なカラーを揃えてください。丸小ビーズです。あとはテグスの先などをちょっと掴むときに、私はよくこのツイザーを用意しています。でビーズの針がとても細いので、このやっとこでテグスの先端を平らに潰すと作業がしやすくなります。それでは、6ミリ、8ミリ、10ミリの基本的なビーズの囲み方をご紹介してまいります。では基礎になるビーズボールの作り方を紹介してまいります。列ごとに通すビーズの数が違いますので、今回は分かりやすいように2色のビーズを使用します。では6ミリの消し玉から始めます。まずテグスを40センチカットします。ビーズドールを作るときは凹凸を使用しながら形を作っていきますが、この基礎になるビーズボールは凹凸がありませんので40センチで十分足りると思います。先端をやっとこで平らに潰しビーズ針に通します。
消し玉にテグスを1周させてから糸端をその1周したテグスに結んで固定します。ではビーズを絡めていきましょう。白6粒を5列とします。5列通し終えましたので、次はその間の列を黄色4粒で埋めていきます。もう1本のテグスと2回ずつ絡めてしっかり結んでください。そして、結び目と反対方向にテグスを引き出して余分をカットして完成です。では引き続き 8mm の消し玉を囲っていきます。テグスを50センチご用意ください。それでは白8粒を合計6列作ります。はい、これで6列作りました。では隙間を赤いビーズで埋めていきます。6粒で6列です。10mm の消し玉の場合はテグスが通る回数が多くなりますので1号のテグスを使用します。1号のテグスの場合は先端を潰さなくても通る場合が多いですので、ちょっとそのままやってみますね。そして1号の場合は針から抜けやすいので、もう1回通しておくと作業がしやすくなります。
では白10粒を8列作ります。ターコイズ6粒で隙間を埋めていきます。はい、これで3種類のビーズボールが出来上がりました。初めての動画撮影にリハーサルをたくさん重ねまして、なんとこんなにたくさんのビーズボールができてしまいました。なんかネックレスでも作れそうな勢いです。どうでしょう。ブレスレットやイヤリングにしてもいいかもしれないですね。ちょっと夏らしい配色なので、これからの季節に良いかもしれません。それでは次回よりビーズボールを応用したビーズドールの作り方をご案内してまいります。今日のところはこれでお別れです。では次回までごきげんよう。